ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢を大きく動かすだろうと言われているドイツ製の戦車レオパルト2。現在のところどれくらいの数がウクライナに供与される可能性があるのか、各国の動きをもって供与される数全体像についての話をしようと思います。現在のウクライナの戦場においては、領土を奪還する上で戦車が欠かせない戦力です。そしてウクライナ自身が持っている戦車は、旧ソ連系の戦車で、これはロシア軍の持っている戦車と基本的には同じ系統の戦車ですから、決してどちらかの方が一方的に有利になるということは発生しません。しかし、西側製の戦車は基本的には一台一台の戦車の質としては、ロシア軍のものより上ですから、西側製の戦車がウクライナに大量に供与されれば、領土奪還は大幅に進むと考えられています。しかし、現在のところ、ドイツ製の戦車については、武器が無秩序に拡散するのを防ぐために、生産国であるドイツが第三国へ渡す際には許可が必要となっています。そして現在のドイツは、ウクライナに供与することをまだ正式に認めてはいません。しかし、ドイツのこうした許可をしないといった行動は、ウクライナ支援の大きな足かせとなっており、ロシア側から見れば、この戦いを有利に進めるための英雄であるという風な扱いもされ始めています。それだけにドイツに対する批判の声は高まっており、いずれドイツはこの国際的な非難から逃れることはできなくなるでしょう。時期が遅れれば遅れるほど、ウクライナにおいては一般市民を含めて多くの死傷者が出ますから、なんとか早くドイツは決断してほしいものです。それでは現在のところウクライナに供与されるであろう数どれほどなのか関連ニュースを見ていきましょう。ドイツが承認すれば、ウクライナは12カ国から100両のレオパルト2戦車を入手できると予想しているウクライナ高官。ABC ニュースに独占的に語ったウクライナの高官によると、ドイツ政府が同意した場合、12カ国が約100台のレオパルト2戦車をウクライナに供給することに同意した。情報筋によると、これらの合意は先日開催されたドイツのラムシュタインアメリカ空軍基地でのサミットで、同盟国がウクライナへの軍事支援について話し合った時に行われた。ポーランドやフィンランドなどの国は、ウクライナに多くのレオパルト2戦車を提供する意思があることをすでに公に示しています。この件に詳しいウクライナ当局者は、スペイン、オランダ、デンマークも自国の戦車の一部を提供する意思があると述べたが、各国の連合が問題を進めるには、ドイツの同意が必要であった。軍用ハードウェアが製造されている国として、ドイツはウクライナなどの第三国に戦車の一部を供給したい場合、輸出ライセンスを承認する必要があります。匿名を条件に ABC ニュースと話したウクライナの高官は、ソ連時代の戦車用の弾薬の在庫が不足しているため、ドイツ製のレオパルト戦車もウクライナが緊急に必要としていると語った。ウクライナはこれらのソビエト時代の戦車用の新しい弾薬を生産することができないと当局者は述べた。この記事の補足をすると、全く生産できないという話ではないとは思うのですが、現在戦場において使われている量に対して供給数が全く足りないということを意味しているのだと思います。記事の補足、レオパルト2戦車の供与、参加するとみられる国は、ポーランド、スウェーデン、フィンランド、チェコ、スロバキア、オランダ、スペインです。この記事では12カ国というふうに言われているのですが、これだけでは匿名の国があることも示しています。現在のところポーランドが発表している戦車連合という構想の中においては、こうした匿名の状態で戦車供与を進めたいという国もあるようです。しかし12カ国と言っている以上、レオパルト2戦車を保有している国、ほとんどの国が参加することを示しています。なお、永世中立国を発表しているスイスでは、レオパルト2戦車を保有していますが、おそらくは供与には加わらないと思います。次に製造メーカーがどのくらいの数供与できるかについても見ていきましょう。ドイツ製戦車レオパルト、ウクライナに139両供給可能。ドイツの防衛産業大手ラインメタルの広報担当者は取材に対して、必要ならばウクライナに戦車レオパルト139両引き渡すことが可能と述べた。ドイツにはロシアの侵攻を受けるウクライナや NATO 加盟のポーランドなどからドイツ製戦車レオパルト2の供与を許可するよう圧力がかかっているが、ドイツのショルツ首相はこれまでのところドイツや NATO 加盟国による供給を許可していない。ラインメタルの広報担当者は、同社が4月から5月までにレオパルト 2A4
29両を引き渡し、年末か来年初めに同じモデルを22両追加供給することが可能と語った。これに加え、旧式のレオパルト1を88両供給できると述べた。この旧式のレオパルト1、88両と合わせて全体で139両をウクライナに供与できるとメーカーは語っています。さて、ここでも記事の補足です。レオパルト2はヨーロッパ全体で2000両以上が保有されています。では、ドイツ単体で見た場合はどうでしょうか。保有数は244両。これは2019年のデータなのですが、ウィキを見ると376両と書かれていました。どちらの方が正しいかちょっとわからないのですが、最低限この間に本当の数が入っているでしょう。稼働数については2019年段階で68両。保有244に対して稼働68両というのが2019年段階で、稼働していない戦車については保管・訓練用となっています。このように稼働している数が3桁を切っている理由というのは、ドイツはメルケル政権下においてずっと長い間、陸軍、空軍、海軍ともに軍事予算が抑制され、NATO に参加する部隊だけが少し整備されているだけで、全体としては戦えない軍隊へとなり果てたと言えます。ですから、現在においてもなおその状況は続いていますから、もともとは生産国として大量の戦車を作ったドイツなのですが、現在においては、さあ大量にウクライナに戦車を供与しようというのが結構難しい状態です。ウクライナにレオパルト2戦車を供与しようという、そうした意思を持った国々が集まって戦車連合を形成し、ウクライナに対する支援をみんなで協力して行っていこうという動きを起こしています。この戦車連合から供与される数が100両、そしてメーカーから供与される数約50両というものが想定されるわけです。合わせて150両ありますから、ウクライナの方は西側製の戦車300両程度があれば、ロシア軍を撃退できると話していますから、希望数の 50% に到達します。プラスアルファとしてメーカーは、旧式のレオパルト1については88両とまとまった数を用意できると話しています。旧式の戦車ですから、第一線で戦うというよりは、レオパルト2戦車の補強戦力として一緒に混ぜるような形での運用が良いでしょう。旧式戦車であっても当然のようにないよりはあった方が確実に良いものです。またこれに加えてドイツ自身も供与に参加することができればもう少し上積みができることとなります。ですからロシア軍の標準的な戦車に対しては優勢な西側製戦車レオパルト2がまとまった数入ってくれば確実に戦況を大きく動かすこととなります。もちろんこれだけの数の戦車がさあ今から供与されるんだとなっても実際には訓練期間が必要ですから今すぐに話が動くわけではありません。しかし戦争は残念ながら年間を通して行われることを考えられると決定が早ければ早い方がその影響というものもより早く出てくるものです。そしてなぜこのようにして M1 エイブラムス戦車よりもレオパルト2戦車の供与の話の方が盛り上がっているかといえばレオパルト2戦車の方が全体として利点が多いからです。まず戦車単体での性能の話からすると基本的には M1 エイブラムス戦車の方が戦車としての格は上です。ただし非常に多くの問題点を克服していかなければなりません。なぜならばヨーロッパにおいては標準戦車と呼ばれるほどに普及しているレオパルト2ですから多くの国々において保守点検整備するための拠点がありますし予備パーツなどについても圧倒的に豊富な数ヨーロッパに存在します。さらによく言われるのが燃料の違いです。M1 エイブラムス戦車を運用した場合においてはそれ専用の燃料供給体制を強化しなければならないという問題があります。一方でレオパルト2であればそうした燃料の供給体制を増やす必要は別にありませんから導入するにあたってのハードルは低くなります。そして運用していくにあたって必要な整備についていてもヨーロッパ中にレオパルト2戦車の整備できる拠点があるのに比べるとどうしても M1 エイブラムス戦車が大量に入ってきてこれらを保守点検し整備しもしくは故障を直すとなった場合において現在のところヨーロッパではこれを担当するような国はないと言われています。最悪の場合アメリカまで戻さなければならないかもしれないわけです。なぜこのようなことになっているかといえばヨーロッパにおいてはレオパルト2を保有している国が多い一方において M1 エイブラムス戦車を今保有している国はポーランドしかないからです。ポーランドはソ連系の戦車をウクライナに供与しその空いた穴を M1 エイブラムス戦車300両程度で補おうとしています。しかしポーランドの
M1 エイブラムス戦車の導入というのはつい最近始まったばかりのことですから、まだ M1 エイブラムス戦車に対応した整備拠点が設けられているわけではありません。戦車単体の能力とはまた別の話として、導入した場合においてのその後の維持運用を考えると、どうしても M1 エイブラムス戦車よりもレオパルト2戦車を導入した方がこの後の戦いをしやすいというわけです。とはいえ、ドイツが未だに戦車供与に対する認可を出していませんから、このようなドイツの姿勢を変更させるためにも、アメリカはエイブラムス戦車の少数でもいいから政治的な駆け引きとして、ウクライナへの供与をさっさと発表するという手もあります。この点について言えば、アメリカの野党側である共和党の方からも、さっさとアメリカがエイブラムス戦車を供与することを決定して、ドイツを突き動かせれば、戦争を早く終わらせることができるじゃないかといったような、バイデン政権に対する批判の声も出ています。ヨーロッパにおいてレオパルト戦車のウクライナへの供与に対して反対している国は、ロシアとの関係が深いハンガリー以外には声を上げていないのではないかと思われるだけに、ドイツは最低限自分の国の供与は一旦判断を見送るにしても、すでに送りたいと言っている他の国々の動きを妨げないようなウクライナへの戦車供与の道を開いてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。現在のところウクライナに対する戦車供与の動きをまとめてみました。すでにウクライナに対する戦車供与を発表している国もあるので、これらの国々とメーカーからの数を積み上げれば100から150両程度の数は十分見込めます。そしてこれらの数がウクライナへ渡った後であれば実際に戦況を大きく動かすことができるでしょう。そして戦況が大きく動くということはまさに終戦に一歩前進すると私は見ています。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わった後は評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。